ドドスコスコスコイエーイ。はい、シーズン6忘却のプリン。ついに私のホームである300サーバーでも開幕いたしました。これから始まる皆さんへ第1週目のポイントをお届けしていきます。シーズンの開幕はいつも通りの月曜日11時10分にメンテインして15分くらい待てば世界が完成します。もちろんトナカイさんは事前に出すことはできません。あとシーズン交換所も更新されるので、まだ取ってないものがある人は必ずメンテに入る前に獲得しておきましょう。シーズン6の最終報酬は勢力値または軍港というポイントが評価点になります。連盟員みんなでこのどちらかを積み上げていってランキング上位を目指していきましょう。さて、何回もやってますが、シーズン初日はやっぱり大変ですね。やることをもろもろ紹介します。いつも開幕忘れちゃうのですが、シーズン限定スキルが開放されているので、こちら速攻で取りましょう。シーズン限定スキルはとりあえずここに記載のあるものを獲得すれば良いです。めっちゃ注意が必要なスキルが一つありまして、この黄金魚宝箱。序盤の耐性上げを本気で頑張っていきたい人はこのスキル取ってはいけません。なかなか意味不明なスキルになっております。詳細は釣りのパートでお伝えします。エンジニア&戦争指導者固有のスキルの参考はこんな感じです。気になる方は止めてみてください。初動のスタートダッシュを決めるなら、まずは課金アイテムを買うところから始まります。パスは1500円と3000円のもの2種です。攻略ガチ勢から美課金勢まで、まず買うべきお得で楽しいパックです。次にシーズン週間配達。シーズン資源や戦術カードを増やすことができます。マジで耐性上げを頑張る人たちはキノコパック、これがあります。耐性上げは初動が勝負なので、このキノコパックを買うのであればシーズンインした瞬間に買い上げましょう。コスパなんて無視です。シーズンパスのクエストを早く開放することにより序盤の耐性上げを加速させることができます。シーズンパスのクエストのすべてはこちらです。気になる方はスクリーンショットをして事前に準備をしておきましょう。初日からチビゾンビ200匹しばくのとか苦行ですね。シーズン施設の強化に関してはいつも通りウイルス耐性ゲームです。心筋研究所、ここがウイルス耐性に関わります。胞子工場4つまで作れてシーズン週間配達で5つ目が開放できます。胞子工場はレベル10にすることで次の工場が作れるようになっているので、まずは4つまで増やして以降は平均的にレベルアップしていきましょう。軍港交換所、心筋研究所レベル4で開放されるかなり重要な施設になっています。そして守護者訓練場、あとは兵種強化系の施設もありますね。ここは心筋研究所がレベル30になってから建造可能なようです。今シーズンもプロフィール欄の設定から資源シェイクの回収はオフにすることをお勧めします。施設に溜まったシーズン資源はレベルアップを行うことで現レベル相応の資源量まで一気に上昇します。なので資源は頻繁に回収するのではなく、極力施設をレベルアップしてから回収するとウイルス耐性を早く上げることにつながります。ゾンビを討伐するには高い耐性が必要です。今回耐性を上げる方法はこんな感じで、心筋研究所レベルアップ、戦術カード悪魔狩り、守護者の利用、このあたりは今までのシーズンと同様ですね。特攻基地スキンキノコ小屋のスキルキノキの守れを使用すると、自身および周囲のプレイヤーのウイルス耐性を250アップさせることができます。スキルを使用した時にこの効果は反映されるものなので、使った後はよそに行っても大丈夫です。逆にスキル使用後の人に隣接したとしても効果を得ることはできません。
軍港レベルの上昇。シーズン6では軍港というポイントを集め、自身のランクを上げていくことが重要な要素の一つとなっています。軍港が一定ランクに達すると、ウイルス耐性の上昇効果を得ることができるので、耐性を高めるメンバーはいかに早く軍港を詰めるかといったことも序盤攻略のポイントとなっております。もう慣れたとは思いますが、一応集結攻撃の際のウイルス耐性は集結者の耐性が高ければ乗った人全員が高い耐性で戦うことができます。逆に乗った人の中に高耐性者がいる場合、その人だけは自分自身の高い耐性で戦うことができます。そんなこんなでゾンビをたくさん討伐していきましょう。耐性を無理する戦闘の場合、ゾンビからの非ダメージが非常に多く、普段アタッカーを前に配置している人の場合、戦闘結果が振るわない場合があります。そんな時は対モンスターに強いキャラを採用したり、アタッカーを後ろに並べたりすることで戦闘結果が良くなることがありますので、例えばこんな風に戦闘結果を見て前に出したスウィフトのよだめが明らかに低い。こういう時は早くやられすぎているので後ろに下げてあげると良いです。ギリギリの戦いを制していく場合は試してみてください。バトルカードにも対モンスター戦闘で強くなるものがあるので、序盤はこちらを装備して戦っていってもいいでしょう。たまに自分の基地が人食い花に飲み込まれます。出現条件はこのゲージが 100% になることで、ゲージを貯めるためには自分または他の連盟員の終末精鋭の初回討伐に参加する必要があり、余ダメージに応じて支援値が溜まっていきます。討伐時にドロップする宝箱はそこそこいいものが入っているので、宝箱は毎日の上限まで取っていきたいです。またクエストがたくさんあり、こちらでも報酬がもらえます。支援値の方は仲間の初回討伐をお手伝いすると溜まっていきます。問題は人食い花の討伐に参加する方で、意外とこの花ひ弱なので、アクティブな連盟だと一瞬でいなくなってしまいます。参加のカウントは短期部隊での攻撃でも加算されていくようになっているので、人数の多い連盟の場合、他の人が短期で殴ってから討伐といった流れにする方が、より多くの連盟員のクエスト達成に役立つでしょう。ちなみに、同じ花に何度短期攻撃をしたとしても、カウントは1しか増加しないので、最低でも20の花に攻撃を当てなければいけないのは難儀ですね。ジャングルの怒りは1週間しかないイベントなので、報酬を狙う際は序盤から意識して動いていきましょう。英雄サイディンガチャからはシーズン資源が出てくるので、前のシーズンで使わなかった分を一気に解放していきましょう。また今回から通常の英雄募集券でもキンバリー、ディーバ、テスラの武装かけらが出現するようになっています。700枚ほど貯めていたので一気に引いてみた結果、出てきた武装かけらはこんな感じです。そこそこ出てくれましたね。シーズン攻略に欠かせない非常に豪華な交換所です。毎日いち早く交換すべきはキノコです。4000軍高ポイントがあれば毎日の更新分を獲得することができるので、リセット後に即キノコを取るというのが第1週目のルーティンとなりそうです。次に交換の優先度が高いのは釣り針です。釣り針が大量にあった方が軍港ポイントがたまり、ウイルス耐性アップにもつながります。耐性を早く上げたい人はガンガン取ってガンガン使っていきましょう。シーズン6の軍事拠点は両場と呼ばれ、早ければ初日の夜に獲得をすることができます。多くの連盟員が戦闘参加報酬を得ることがとても重要です。戦闘参加報酬をもらうためには、取り巻きのチビゾンビを一度でも攻撃している。これ敗北でも OK です。または中央のボスを攻撃している。こちらももちろん敗北でも大丈夫。ボス討伐後の占領に一瞬でも参加している。これらのうちいずれかを行っていれば良いです。戦闘参加報酬が序盤はめちゃめちゃ大きいので、
必ずいずれかの条件をクリアしておきましょう。占領後、漁場では釣りもすることができます。地味に大事なコンテンツなので、内容を理解しておきましょう。自陣営の連盟が占領した漁場では釣りをすることができます。漁場はレベルごとに違う魚が釣れます。また、ワニエリアかシカエリアかによっても釣れる魚の種類が違います。シーズンが進めば様々な戦域で釣りができるようになるので、図鑑コンプを目指すことも可能でしょう。魚を釣るのはとても簡単で、餌を投げてカウントダウン中に釣り上げるだけです。このゲージ、意味があるのかないのかよくわからないのですが、なんとなく良さそうな真ん中で投げるようにしています。一つの漁場では6種類の魚を釣ることができます。右下の魚だけ特殊で、使うことができるアイテムとなってます。その効果はレベルの高い漁場であるほど強力なものとなっており、シーズン後半ではより上位のアイテム魚を使いながらプレイすることになるでしょう。残りの5種類は左上の魚が最も釣れやすく、右下に行くにつれてレアな魚になります。レアから MR までのレアリティが設定されると思ってもらえればよくて、どのレベルの漁場でもこの仕様は共通です。釣った魚は陣営区画または連盟スキルといった場所に寄付を行うことで軍港ポイントを得ることができます。まずは陣営区画に寄付するといいでしょう。寄付をした際に得られる軍港ポイントはレアリティの高い魚ほど多いです。さっきの画像でいう UR 魚や MR 魚ですね。これらをいっぱい釣りたいです。ちなみにですが、初日から釣ることができるレベル1漁場の MR 魚、金オ魚と金オ魚、金利魚、私もいいか。シーズン中盤から釣ることができるレベル7漁場の MR 魚、ピラルク。この2つの MR 魚は寄付で得られる軍港ポイントが全く同じになっています。他のレアリティの魚も同様です。つまり、たくさんの軍港ポイントを得るためには、レベルの高い漁場で釣りをするのではなく、いかにレア魚を釣れるかが重要だということです。高レベル漁場の方がレア魚釣れやすいんじゃないと疑問に持つ人もいるかもしれませんが、漁場ごとに釣れる魚の確率はゲーム内で確認することができず、運営のみぞ知る状態です。試しにレベル1とレベル7の漁場で130回ずつ釣りをしてみたのですが、どちらもほぼ同じような確率になっているみたいです。このことからもレベル1漁場が解放されたら釣り針をガンガン使って、あとはレア魚を祈るのみっていう感じになりそうです。レア魚のために工夫できることねえじゃんと思ったあなた、すんごいちょっとしたことなんですが工夫があります。それがこの2つです。釣り中にある条件を満たしていると黄金魚宝箱というものが釣れるのですが、この宝箱低確率で UR 装飾物とギフトが手に入るといったものです。でもほぼほぼがしょっぱい資源です。なので極論いらないんですよね。特に耐性を早く上げたい序盤に関しては、軍港ポイントにならない黄金魚宝箱は正直外れ枠です。なのでこれを一切出現しないようにします。まずシーズンスキルの黄金魚宝箱、これを未取得の状態にしておき、次にシーズン特攻装飾物ワールズエンドロックを釣りの際は基地から撤去します。これで黄金魚宝箱が出なくなります。ただこれはあくまで仮説ベースであり、もしアイテム魚枠の重み付けを黄金魚宝箱に割り振るといった仕様である場合、軍港ポイントの期待値は変わらないため、普通にスキルと装飾を獲得しておいても問題ないのですが、ゲーム内で確率が明記されてない以上外しておいた方がいいの。まあいつかここは何かしら修正が入り、普通に特攻装飾を配置できるような環境になるんじゃないかとは思います。また超低確率ででかいワニが釣れます。このワニを集結攻撃で倒すと腹から魚をぶちまけます。これは毎日得られる魚のボーナスなので必ず取りましょう。またでかいワニ討伐に成功した際、集結に参加したメンバーは黄金魚宝箱と
レア魚が釣れやすい針を得ることができます。この釣り針は貴重なのでぜひもらいたいですね。でかいワニの報酬は毎日の上限があるみたいなので、連盟のみんなでうまく乗り合わせて釣り針報酬をたくさんもらっていきたいところです。別連盟の漁場で釣りをする場合、低確率ではありますが、徴収といって魚を没収されます。だいたい 4% ぐらいで持ってかれる感じなので覚悟しておきましょう。さて、いろいろ言いましたが、結局のところ釣りに関しては確率が明示されていないので、ぶっちゃけ正解がわかりません。私も釣りをしている中でレア魚が突然連発したり、逆に全く出なかったり、なんか一定の法則がありそうな雰囲気を感じることもあったので、ぜひ皆さんの手で釣りテクを研究していただければと思います。遺跡の底は毎日のミニゲームです。シーズン資源やカードがもらえるので、毎日クリア必須です。運行ポイントももらえるので、できるのであれば上位を目指したいところ。キャラクターを操作して一番下まで到達するスピードの速さを競うのですが、下層に行くほど移動速度が上がるといった風になっているので、キャラクターが常に画面の下部に位置するようにし続けると最も早くゴールできそうです。何回挑戦してもよくて、コンマ数秒でも速い人の方が上位に来るランキングなので、ミニゲームガチ勢の人は何度も試行回数頑張ってみてください。3日目にはレベル1の都市が開放されます。これも毎度おなじみですが、初週に気をつけるべきは初回報酬とパスの実績開放です。都市の場合、初回報酬を得る条件は一度でも都市を攻撃していることです。都市を防衛している敵キャラはとんでもなく弱いので、私の究極完全体グレートケインレベル2でも余裕で突破していきます。耐性を早く上げていく人はパスの実績解放のチャンスです。都市耐久を5万削ることで実績がすべて開きます。連盟内の耐性リーダーには優先的に攻撃をしてもらうのが良いでしょう。戦術カードマンです。今回の戦術カードはなんとリソースカードのレベルは1で固定です。レベルアップの必要がなくて恩恵を得られるので、これは助かりますね。逆にバトルカードはレベルが12まで上がるみたいなので、頑張ってレベルアップをしていきましょう。いつも通り毎日20パックまで緑色のパックがカード効果で入手可能なので、このちっこいびっくりマークから今何個取れているか確認しておきましょう。おすすめは採取でカードがもらえるやつ。個人的にはこれが楽です。連盟資源地やレーダークエストの資源地でもこの採取のカードは有効なので、あとはログアウトする前に 2,3 軍とかをタイルに突っ込んでおけば結構集まります。そしてさらに注目なのがプリセット機能ですね。お好みのカードセットを登録しておいて瞬時に呼び出すことができるようになっています。自分で考えなくてもおすすめ機能、こちらもそこそこ使えそうなので、1ミリも考えたくない人はこのタブから選択していくのも良いでしょう。1週目の4日目木曜日に新コンテンツの世界遠征がスタートします。ステージをクリアしてたくさんアイテムを入手することができ、ここでは覚醒かけらを手に入れることができるので、武装レベル20という条件を満たしていればキンバリーやディーバたちを覚醒させることができます。ステージをたくさんクリアするほど報酬が良いのですが、多くのステージを攻略するためにいくつかポイントがあります。まず相性有利兵種で、なおかつ盾役は前、攻撃役は後ろといった適正配置で戦うのが成績が良い感じがします。負けるステージでも何度か挑戦することで突破できたりもするので、試行回数を増やすというのも良いでしょう。次に戦術カードボーナスです。装備しているバトルカードの合計レベルが高いほど英雄たちのステータスに大幅な強化が入るようになっています。
可能な限りカードのレベルを上げて挑戦することでクリアできるステージ数を増やすことができそうです。はい、というわけで、これだけ知っていればシーズン6の1周目ストレスなく進めていくことできるんじゃないかなと思います。この動画良かったよ、参考になったよ、シーズン6頑張れそうだと思っていただけた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければもうすぐシーズン6が始まるといった連盟員の皆さんにこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。